デカ盛り料理ウィークでラピスマスター20に行くためには、ジャスパルと申します。6月9日よりデカ盛り料理ウィークボリューム1が開催されます。詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。ピックアップなんかも含めてがっつり解説してあります。こちらを超ざっくり説明すると、まるでいいキャンプチケットを使っているような状態に加えて料理エナジーも 1.5 倍にしちゃうっていうボーナスまでいかれたデカ盛り具合を見せる、そんな料理ウィークとなっているんですけれども、私無課金初期税のパル、今月行われたサラダ 1.5 倍のスプリングフェスにて卯の花雪原マスター20を達成することができました。あれ今月ってマジそちらの振り返りはこの動画でしているので、こちらもよろしければご覧ください。で、その時ラピスラズリコハンマスター20もいけそうな雰囲気だったんですよね。なのでデカ盛り料理ウィークではラピスマスター20チャレンジができそうかどうかちょこちょこと試算してみた結果、いけそう。なんならかなりいけそうってことで、計算結果などをいろいろと見ていきたいと思います。ボーナスが破格なので、場合によっては全員レベル30とかでも達成できちゃいそうなので、ぜひ自分の手持ちのポケモンチェックしてみてください。ラピスでなくてもマスター20を狙えるフィールドあるかもしれません。それでは参ります。ということで今回のデカ盛り料理ウィーク、鍋容量が 1.5 倍になるという無課金垂涎のキャンペーンとなっておりまして、せっかくなら普段は料理パワーアップを重ねがけしなくては作れない銅王のエクレアだったりリンゴ酸ヨーグルトサラダもレシピレベルを上げておきたいってことで、その2レシピを作りながらラピスマスター20のおよそ520万エナジーが狙えそうかどうか見ていきたいと思います。まずは料理のシミュレーションから。エナジー的には負けん気サラダより低いリンゴ酸ヨーグルトサラダが21食作れた場合どうなるでしょうか。フィールドボーナス 75% でレシピレベルはマックスの65、そして料理エナジー 1.5 倍の時、リンゴ酸ヨーグルトサラダ1食16万9152エナジーとなります。まあ17万としちゃいましょう。ここに料理大成功の補正が乗ります。料理チャンスのポケモンを編成していないとき、1週間で 1.1714 倍ほどの補正が入るようなので、17万 ×1.1714 は19万9138。まあ、ざっくり20万エナジーとなりますね。これを21食作れれば、およそ420万エナジーってことで、ラピスマスター20に必要なエナジーはおよそ520万エナジーでしたので、残り100万エナジーほどを木の実やスキルで賄うことができればクリアって感じになりますね。ちなみにキノミエスメガニウムレベル60のキノミエナジーやらスキルエナジーやら何やら合わせていくと、ざっくり10万エナジー近くあるので、メガニウム1体と残り4体で1日10万エナジー稼げれば達成って感じになりそうでしょうか。となるとかなりいけそうな雰囲気を感じますよね。メガニウムはね、リンゴ酸ヨーグルトサラダとは食材の相性がいいわけではないんですが、よりエナジーの高い銅のエクレアとは相性いいですよね。これはね、最強料理を連打できたのであれば、ラピスマスター20もう目の前かもしれません。そして料理チャンスのポケモンがいる場合、例えばヒーラー込みのスキル確率アップ M デデンネレベル30の場合、料理の補正は 1.1714 倍から 1.4692 倍まで跳ね上がります。ってことで17万 ×1.4692 は24万9764、25万エナジーですね。25万エナジーを21食ということは525万エナジー。料理だけでラピスマスター20いけちゃってます。もちろんね、負けん気サラダや銅のエクレアであればよりエナジーが高いので、フィールドボーナスやレシピレベル次第とはなりますが、最強級の料理を21食作れればもうそれだけで勝ったも同然と言えるんじゃないでしょうか。なるほどなるほど。で、ここから問題なのが、実際21食も作れるのってところですよね。食材ポケモンの集める食材プラス1個のパワーがあればどこまでやれるのか、サンプルのチームを全員レベル30で組んでみたので、いろいろと見ていきたいなと思います。まずリンゴ酸ヨーグルトサラダチームです。左から AB ユキノウ、AB デリバード、AB マスカーニャ、そして料理チャンスのデデンネとヒーラーのサーナイトです。食材のポケモンは食材確率アップ M を持たせてあり、スキルの2体はスキルレベルマックスでスキル確率アップ M を持たせてあります。睡眠時間9時間3食付きです。
で、ボーナスに関してなんですが、食材ポケモンの集める食材はプラス1個になっています。ただ、食材ゲット S の効果 1.5 倍はツールでは再現できなかったので、デリバードくんには申し訳程度にスキル確率アップ M を持たせてあります。また、食事の元気回復量プラス5は、サーナイトにスキル確率アップ S と性格のスキル補正まで追加で持たせて、スキル期待値を上げることにより超ざっくり表現しています。プラス1回以上増えちゃったんですが、そこはご容赦ください。また、表示されているエナジーは、フィールドボーナス 75% のラピスラズリコハンで、レシピレベルマックスの65で計算してあります。そんな感じで疑似的にデカ盛りを再現したリンゴさんヨーグルトサラダチーム。このメンバーの場合、食材カバー率は 76% ほど。卵が34個足りず、トマトも40個足りないんですが、リンゴはデデンネとサーナイトが両方 AA ならば足りていて、ミルクに関しては AB 食 M マスカーニャだけで賄えちゃうみたいです。そしてもちろんここに食材バッグの最大700個の食材を持ち込めるわけなので、現状の不足分で考えると1日74個 ×7 日間で518個、食材バッグの範囲で十分賄えちゃうんですよね。もちろん料理ガチャを乗り越えないといけないわけなんですが、例えばヨーグルトサラダとエクレア両方に使うミルクを多めに持っていったりとか、コーヒーを多めに持ち込んで最初は負けん気サラダを作るとか、かなり工夫できそうな雰囲気を感じます。リンゴさんヨーグルトサラダの場合、やっぱり卵が一番大きな課題となりそうですかね。寝ている間の最大処理数が埋まる時間も早まってしまうので、一括睡眠9時間だとなかなかね、パワーを最大限までは発揮しづらいところがありそうですね。AAA 食 M デリバードでも1日105個は卵を用意できないので、狙う場合はそれなりにしっかり卵を持ち込むとか何かしらの準備が必要になりそうです。とはいえ、とりあえずレベル30のポケモンたちだけでもかなりやれそうな雰囲気は感じたので、ヒーラーをいつもより早めに相対させたりだとか、お手持ちのつよつよ食材ポケモンちゃんたちが噛み合えば相当現実的なんじゃないかなと思いました。やっぱりね、最終的な課題は卵。そして、この計算はレシピレベル65でやっているんですが、無課金でデカ盛りウィークまでにヨーグルトサラダのレシピレベルをカンストさせられる方、どれだけいるでしょうかね。かなり厳しいんじゃないかな。ほぼほぼ無理なんじゃないかなレベルだとは思うので、実際ラピスマスター20を目指そうとなると、例えばレシピレベルがすでに上がっている負けん気サラダを作っていって、余裕があったらリンゴさんヨーグルトサラダも作るとかにはなりそうですかね。そんなリンゴさんヨーグルトサラダチームでした。続いて銅のエクレアチームも見ていきます。エクレアは集めづらいカカオとコーヒーが大量に必要なんですが、どうなるでしょうか。こちらはデデンネとサーナイトは先ほどのままで AB カメックス、AA 不思議花、AA クワガノンに来てもらいました。で、カメックスと不思議花の食材ゲット S はスキルレベルを3から5にすることで疑似的に 1.5 倍っぽい感じにしました。デリバードもこんな感じにすればよかったですね。で、こちらのレシピカバー率なんですが 72% ほど。当然ミルクとカカオが足りていないんですが、コーヒーは AA 食 M クワガノンでもギリギリ足りるぐらいは集められるみたいです。いや、コーヒー足りるんですね。そして甘い蜜はなんと 146% 分集められているそうです。必要数の 1.5 倍くらい集められちゃうみたいなので、やはり低エナジーの食材の AA ポケモンはえぐい量を集めてくれるみたいですね。別に食 M なくても足りちゃってます。このあたりをメンバー交代したりだとか、備蓄をうまく使ってサポートできれば、エクレアも十分に21食作れそうな気がします。エクレアでネックになるのはやっぱりカカオと、レベル30であれば AA のポケモンがちょこちょこ欲しいってところになるでしょうか。レベル 30AA 食 M アブソルや銅も1日カカオ60個ほどの期待値となるみたいなので、備蓄をうまく使いたいところなんですが、ヨーグルトサラダの卵もそうなんですけど、卵とカカオって用途がかなりピンポイントになっちゃうので、料理ガチャのことを考えるとちょっとね、備蓄しておくのが難しいっていうのが、ネックになりそうですよね。それこそ AB カメックスが2体いるよみたいな場合はかなり楽になりそうなんですが、このサンプルのチームの場合だとヒーラーのリンゴが余っていくので、多少ネギを持ち込んでどこかでコーラを挟むとか、食材ゲット次第ではコーラを挟むとか、そのあたり臨機応変に対応できるとなお良さそうといったところでしょうか。そんな銅のエクレアチームでした。
といった感じで、やはり食材プラス1個のパワーは相当高そうですよね。レベル30時点でもそれこそレベル60張りの活躍が見込めるので、手持ちポケモン次第ではかなりいろんなチャンスがありそうです。そしてラピスマスター20、条件さえ整っていれば相当現実的に狙えるんじゃないかなと思うんですけれども、レシピレベルを上げながらゆるりと目指せるかどうかは微妙なラインかなと思いました。またゴールドマスター20は現状の料理だけではまだまだ手強そうだぞってことも分かりましたね。デデンネ入りで最強料理21食を作って多少上振れたとしても木の実エナジーもがっつり稼がなきゃいけないみたいな、そういう立ち回りを求められそうなので、パルのチームだとやっぱり厳しそうなんじゃないかなと思うんですが、どこまでやれるかやってみても良さそうですね。何にせよラピスラズリ湖畔マスター20、相当やれそうな雰囲気がありましたので、ぜひ手持ちのポケモンと相談して狙ってみてください。そんなデカ盛り料理ウィークでラピスマスター20に行くためにはでした。ぜひね、皆さんの意見感想もお聞かせいただけたらなと思います。すでにラピスマスター20を達成されている方もそれなりにいらっしゃいますでしょうか。その時はどうだったよとかも教えていただけますと幸いですし、ゴールドマスター20もいけそうな方だったり、すでに行ったことがある方はあと何が必要そうかとか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもグッドでの温かい応援本当に嬉しいです。ありがとうございます。それでは来週はレシピレベル上げだったり食材の準備だったり、さらにね作戦を練ってデカ盛りウィークを待ちましょう。一番悩ましいのは結局どこのフィールドに行くかかもしれませんね。ラピスは口と出ないんだよな。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。